皆様こんにちは、杉田です。今回は5月12日発売、トム・フォードビューティーアイカラークオードの新色 40A ゴールデンアワー、41A ピーチドーン、そして 42A ヘイジーセンシュアリティの新色3色をご紹介していきます。デパコスのアイシャドウパレットの中でも特に人気のトム・フォードのアイカラークオードですが、最近は限定色の発売が多かったので、今回は新色が3色登場したとのことで、発売前からかなり話題になっていますよね。今回もそれぞれのアイシャドウパレット1色ずつの単色塗りをお見せした後に、パレットを使ったメイクルックをご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アイカラークオード2023、トム・フォードのメイクアップコレクションのセンターピースであるアイカラークオードは、息を飲むような魅惑的な目元を演出するリュクスなアイカラーセットです。今期の新色3シェードは、トム・フォードのアイコニックなランウェイコレクションの情熱的で贅沢なマテリアルを思わせるシリーズ。ドライ&ウェットで違う仕上がりを楽しめるプリズマフォーミュラで、濡れたような光沢感を放つツヤ、光を操る立体感を目元に宿します。ご紹介していくのは 40A のゴールデンアワー。黄金に光り輝くチェーンやゴールドのリクイドメッシュのような温かみのあるコーラルゴールド。続いて 41A ピーチドーン。サテンのように艶めくブロンズトーンが印象的なピーチブリック。そして 42A のヘイジーセンシュアリティ。スパンコールのように光り輝くローズシマーが特徴なニュートラルローズ。それではまず 40A のゴールデンアワーのカラーから1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーを見ていきたいと思います。まずはこちら左上のカラーです。今回のアイカラーコードは手元で見た感じ、全体的にパールによる艶めきがとても綺麗だなという印象でした。まぶたの上にのせてもこんな感じで、程よいしっとり感のある粉質とパールの艶がかなり綺麗です。トム・フォードらしい上品な質感ですね。はい、1色目、左上のカラーはこんな感じです。パレットで見るとこちらのカラーなので、ベージュっぽいニュアンスのゴールドカラーなのかなと思っていましたが、実際にまぶたの上にのせてみると、オレンジの要素も感じるような温かみのあるゴールド系のカラーのベースに、ゴールドのパールがメタリックっぽく光る感じがとても夏らしくて可愛いカラーでした。この少し温かみを感じるニュアンスなところがトム・フォードらしい色出しで素敵ですよね。パールによるツヤ感とメタリックっぽく光る感じが楽しめますが、ラメでギラギラとしてしまうという感じではないので、華やかなのに上品さがあるところもさすがだなと思います。続いて右上のカラー。2色目は反対側に塗っている左上のカラーとは対照的に可愛らしい印象のピンクカラーですね。こちらも程よいしっとり感のある粉質でまぶたに綺麗に馴染んでくれます。こちらもツヤが綺麗ですね。はい、2色目、右上のカラーはこんな感じです。明るくて柔らかい印象も感じるようなピンクカラーですが、
意外と青みには寄りすぎていないピンクで、こちらにも温かみを感じるのと、発色もしっかりとしているので、柔らかくて明るい雰囲気もありつつ、これ一色で仕上げても晴れぽったい印象に仕上がってしまうピンクという感じではないところがすごく使いやすいなと思いました。これからの季節にももちろん可愛いですが、春先に使ってもすごく可愛いカラーなんじゃないかなと思います。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。3色目はまぶたの上にのせてみると、ツヤのあるベースにゴールドのラメがキラキラと輝く感じがとても可愛いです。カラーの発色自体はいいタイプですが、粉質が先ほどの2色よりもより軽い感じがするので、カラーが一気に塗りすぎてしまうという感じがしなくて、意外と塗りやすいタイプです。はい、3色目。右下のカラーはこんな感じでした。少し温かみを感じるようなローズ系のカラーのベースに、ゴールドのラメと、よく見ると微細なピンクのラメもキラッと輝いていて、ベースのカラー自体には深みがありますが、上からこのラメがキラッと輝くことによって程よい軽やかさが出ています。粉質も軽さがあってさらりとしていて、深みのあるカラーですが、とても塗りやすかったです。最後、右下のカラーです。4色目は反対側に塗っている3色目の左下のカラーと同様、しっかりと発色するタイプです。こちらは今回のパレットの中で一番ツヤ感やラメ感が抑えめな感じがします。ただこちらも3色目と同様、粉質が軽いので、質感としてはかなり塗りやすいです。はい、4色目、右下のカラーはこんな感じでした。やはり指でなんとかしっかりと重ねても、今回のパレットの中で一番パール感やラメ感が抑えめでした。ただこちらにも程よいツヤは感じられるので、一色でもツヤの立体感が出てくれるようなカラーでした。そして反対側に塗っている3色目の左下のカラーとかなりカラーのイメージは似ていますが、どちらにも温かみを感じるカラーですが、3色目の方がローズ系、そしてこちらの4色目の右下のカラーの方がさらにオレンジのニュアンスを感じるようなレッド系というイメージの色出しでした。40A のカラーはやはりブランドサイトからのカラー説明の通り、全体的に温かみを感じるようなカラーで構成されていました。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは 40A ゴールデンアワー全色を使ったメイクパターンをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。このパレットの中で一番明るいカラーですが、程よい温かみとこのパール感で目元に立体感を出してくれるので、ベースのカラーにも使いやすいです。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで塗っていきます。この2色はパール感の他にも微細なラメ感も楽しめるカラーなので、2色を組み合わせるとこんな感じで一気に艶やかさとラメ感を楽しむことができます。この2色で組み合わせると上品ですが可愛らしい印象にも見えて素敵です。続いて左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。ツヤの効果で目元が立体的に見えます。最後に付属のチップの太い面に右下のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。上まぶたはパール感やツヤ感をしっかりと出した分、下まぶたはパールやツヤが抑えめなカラーで
バランスをとっていきます。はい、40A のゴールデンアワー全色を使ったメイクが完成しました。全体的に温かみのニュアンスを感じるようなカラーで構成されていましたが、ベースに塗ったピンクカラーやメインに使ったローズ系のカラーなど、少し可愛らしさも感じるようなカラーも入っていたので、今回はこの温かみのあるカラーと少し可愛らしさも感じるようなカラーをメインに使って夏らしい目元に仕上げてみました。上まぶたはパールによるツヤやラメによるきらめきを感じるようなカラーを組み合わせて立体感を出しています。この上品なツヤめきと温かみのある色出しがトム・フォードらしいパレットでした。引きで見るとこんな感じです。続いては 41A のピーチドーンをご紹介していきます。まずは1色ずつ単色塗りをしてご紹介していきます。まずは1色目、左上のカラーです。1色目はパレットの見た目通りの明るめのオレンジカラーという感じですね。柔らかさがあってすごく可愛いです。ふんわりとしたカラーのベースにゴールドのラメがキラッと輝きます。はい、まず1色目、左上のカラーはこんな感じでした。柔らかいオレンジカラーでしたが、指で何度か重ねていくと意外と発色もしっかりとしているタイプでした。トム・フォードのアイカラーコードの中では珍しいんじゃないかなという印象の柔らかくて明るいオレンジカラーですが、ふんわりとした質感のベースに微細なゴールドのラメがキラッと輝くので、このゴールドラメの効果で大人っぽさや上品さも演出してくれています。このカラーとても可愛いです。続いて2色目、右上のカラー。2色目はパレットで見るよりも実際にまぶたの上にのせた方がオレンジのニュアンスを強く感じるようなカラーです。こちらもパールによるツヤの上に微細なラメの輝きを感じられます。はい、3色目、右上のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、もう少しくすみ感の強いゴールド系なのかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみると明るめのブロンズカラーという印象で、すごく洗練されているカラーだなと思いました。カラーの発色もしっかりとしていて、パールのツヤとラメも楽しめるので、1色でも立体感と陰影をつけてくれるようなカラーです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、左下のカラーです。こちらのカラーも1色目と同様、柔らかいニュアンスのカラーです。こちらは少しピンクの要素も感じるようなピーチ系のカラーですね。はい、3色目、左下のカラーはこんな感じです。こちらも柔らかいニュアンスのカラーでしたが、指で塗っていくとしっかりと発色してくれるタイプでした。こちらは程よい深みも感じるようなコーラル系のカラーのベースにゴールドの微細なラメが散りばめられているので、コーラルの柔らかくて可愛らしい印象もありつつ、上品さも残るようなカラーでした。41A のパレットは比較的柔らかい印象も楽しめて、トム・フォードの中では少し珍しい印象のパレットなのかなと思いますが、カラーや質感に上品さが残っているところがさすがですよね。そして最後4色目、右下のカラーです。4色目は先ほどの 40A のパレットと同様、パールによるツヤ感やラメ感が抑えめなカラーです。こちらも粉質が軽いので、発色はしっかりとしていますが塗りやすいです。はい、4色目はこんな感じでした。指で何度か重ねていくと
このくらいしっかりとカラーも楽しむことができて、とてもカラー調整がしやすいです。パレットで見る印象だともう少し赤っぽく発色するのかなと思いましたが、実際にまぶたの上に乗せてみると少しコーラルのニュアンスも感じるようなピンクレッドのようなカラーで、このパレットの中のオレンジやピーチやコーラルのカラーをうまくまとめてくれそうなカラーだなと思いました。410のカラーは全体的にカラーニュアンスが絶妙ですごく可愛いと思います。3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは 410 のピーチドーン全色を使ったメイクパターンをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。今回のパレットはどのカラーをメインに持ってきても可愛いなと思いましたが、今回はこちらのカラーをメインに使って大人っぽいピーチ系のメイクに仕上げていきたいと思います。本当にカラーのニュアンスが絶妙ですよね。続いて右上のカラーを指に取って先ほど塗ったカラーの上に全体的にかけていきます。このピーチカラーの上に重ねることで一気に大人っぽいイメージに仕上がっていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に塗っていきます。最後に左上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。はい、410のピーチドーン全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットは柔らかくて明るいニュアンスのピーチやコーラル系のカラーが特に可愛いなと思いましたが、トム・フォードらしい上品さや華やかさもあるところが素敵だなと思ったので、今回は大人っぽさも感じるようなピーチメイクに仕上げてみました。目尻3分の1にアクセントとしてピンクレッドのようなカラーを入れたり、上から少しくすみ感も感じるようなカラーを重ねて明るさの中にも大人っぽさを出しています。一見 40A のカラーと似ているかなと思いましたが、実際にまぶたの上にのせてみるとまた違ったイメージが楽しめました。引きで見るとこんな感じです。それでは最後 420A の AG センシュアリティをご紹介していきます。こちらは今回発売された新色3色のうち一番人気のカラーとのことでした。まずは左上のカラーです。1色目は素肌の透け感も残るようなベースに微細なシルバーやブルーのラメが効いています。上品で透明感があってとても可愛いです。はい、1色目左上のカラーはこんな感じです。かなり肌なじみのいい少しだけくすみ感もあるようなホワイトベージュのようなカラーのベースに顔を動かすとキラッと微細なブルーラメが輝きます。ベースのカラーが落ち着いているからかブルーラメの透明感は楽しめつつ派手になりすぎない印象なところがすごく素敵です。なかなかないカラーなのでとても可愛いですね。ブルーラメを取り入れたいけど派手になりすぎるのは苦手という方にもとても使いやすいと思います。続いて右上のカラー。2色目はまぶたの上にのせてみると意外とピンクのニュアンスも感じるようなカラーで、こちらも明るくて透明感があって素敵です。はい、2色目右上のカラーはこんな感じでした。パレットで見た感じだとベーシックな明るめのベージュ系なのかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみると
少しくすみ感も感じるようなピンクニュアンスも出ていて、しっかりと重ねていくことで程よい陰影もつけてくれます。こちらも透明感を感じるようなピンクカラーで素敵ですね。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。3色目はパレットの見た目通りの青みも感じるようなローズ系のピンクカラーです。40A や 41A は全体的に温かみを感じるようなカラーニュアンスでしたが、こちらの 42A は透明感を感じるような寒色系でまとまっていますね。はい、3色目、左下のカラーはこんな感じです。指で何度かしっかりと塗っていくとこのくらい発色してくれますが、重ねていっても程よい明るさと透明感を保ってくれるような青みローズのカラーでした。こちらのカラーにもシルバーの微細ラメがちらちらと輝くので、このシルバーラメがより透明感をアップして見せてくれていると思います。最後、右下のカラーです。最後、4色目はパレットで見るとかなりベーシックなブラウン系ですが、まぶたの上にのせてみると少しだけ寒色要素も感じるようなブラウン系です。そしてこちらも 40A や 41A と同様、パールやラメ感が抑えめのカラーです。はい、最後4色目、右下のカラーはこんな感じです。指で何とかしっかりと重ねていくと、少しパープルのニュアンスも感じるような寒色系のブラウンカラーでした。こちらのパレットは全体的に寒色系で透明感を感じられるようなカラーで構成されていたので、このパレットにぴったりな締め色ブラウンだなと思います。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは 42A のヘイジーセンシュアリティ全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。今回はこの透明感を感じるローズのカラーを前面に出していきます。このシルバーラメがチラチラと輝く感じが本当に可愛いですよね。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目の際から少し太めのライン状になるように締め色として重ねていきます。この寒色系のブラウンを重ねることで透明感はそのままに目元をぐっと引き締めてくれます。続いて左上のカラーを指に取って上から全体に重ねるようにのせていきます。このブルーラメがキラッと輝くように全体にかけて立体感と透明感をさらにアップさせていきます。しっかりと重ねてもさりげない感じが大人っぽくて素敵です。最後に右上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。程よいピンクニュアンスも感じるので下まぶたにもアクセントをつけてくれます。はい、42A ヘイジーセンシュアリティ全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットは何といっても全体的に寒色系で透明感のあるカラーでまとまっていたので、このローズカラーを中心に透明感をしっかりと出しつつも寒色のブラウンも使ってきちんと全体を引き締めてみました。ローズとブラウンをしっかりと発色させているので上から重ねたブルーラメも生きていると思います。トム・フォードのアイカラーコードは
全体的に温かみを感じるようなニュアンスのカラーが多い印象だったので、ここまで寒色系で揃っているカラーは珍しいんじゃないかなと思います。一番人気なのも納得なくらい素敵なパレットでした。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで5月12日発売、トム・フォードのアイカラークオード新色3色をそれぞれご紹介していきました。パレットのイメージだと 40A と 41A は少し似ているのかなと思いましたが、それぞれ温かみのあるニュアンスのパレットでしたが、また違った印象が楽しめたのと、一番人気とのことだった 42A のカラーは全体的に寒色系の透明感のあるカラーでまとまっていて、それぞれ違った印象が楽しめました。ただ3色ともトレンド感もしっかりと抑えていますが、上品さや華やかさが残っているところがさすがトム・フォードだなと感じました。発売前からかなり話題になっているアイテムですが、今回は3色とも新色としての登場ですので、気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。